Welcome to Healing モーセ。はい、皆様こんにちは。モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日は10月16日月曜日から22日日曜日までの1週間リーディングしていきたいと思います。ちなみに10月の17日火曜日は転写日になっています。なんか1年で4、5回しかないとてもいい日なので、何か始めるとかお買い物をするとか神社に行くとかすごくおすすめの日になっております。ということで、はい、今日選んでいただきたいのは3択です。左から1番、2番、3番となっております。ピンときたものをお選びください。本日も心を込めてリーディングいたします。はい、1番の方、リーディングしていきたいと思います。まず、あなたのカードがここにあります。そしてあの人のカードはここ。まあ近いかなっていう感じがしていて、そうだな、こういう形で見るとここに蛇がいるので、もしかしたら複雑な関係とかライバルがいる方、そういう人もいるかもしれない。あとね、ここに子供のカードもいるので、家庭、もしかしたらどちらかに家庭がある、もしくはどちらにもある可能性もあるし、子供のカードも出てるからというふうに思っています。そしてあの人との関係は私は、穏やかだと思っています。というのも、もしかしたら過去にあの人が一方的に連絡を絶ったりとか、音信不通に例えばなってしまったこととかがもしかしたらあるかもしれないです。いろんなことが嫌になって、でも今のあの人っていうのはこういうトゲトゲしさとか激しさが今はない。むしろ穏やかな気持ちになっていて、そして右側は未来を表すんですけれども、花束のカードが出てるので、あなたに会いたいとか、例えば謝りたいとか、そういう幸せな気持ちを持っているというか、好意がある、あなたに感謝を伝えたいとか、あなたに贈り物をしたいとか、そういうものが出ています。で、じゃああなたはっていうと、過去のカードがハートとクロスが出てるから、やっぱりね、一旦終わったことがあるとか、あとは復活愛の可能性も考えられるんですけれども、そういうことがありましたと。でも今はあなた自身もすごくいろんな人と会うのが楽しかったりとか、仕事とかプライベートとかでもそうなんですけれども、年下の人との接することが多かったりっていう感じで、いろいろ新しい発見とかがあって楽しめてるんじゃないかっていう感じです。で、あなたの未来っていうのはここに船のカード、旅のカードが出てるので、引っ越しとか環境が変わる人、旅行に行く人、そういう可能性がありそうです。もしかしたらお友達とかお子さんと、どっちかというと年下の友達って感じがするんですけれども、そういう方と旅行に行くっていう可能性もあるのかなっていう感じで、あの人もあなたも今すごくいい意味でプラス思考で前向きになってて、元気になってる、そういう感じがすごくします。
じゃあ今週の流れはというと、雲、ネズミ、コウノトリ、そしてあなたのカード、船、フォックス、タワーが出てるんですね。まだ週始めはちょっとねもやもやっとした感じになるかもしれません。あなた自身の心配事だったりとか、体調面、金銭面、あとは精神的なもの、もう少しまだ月火ぐらいがなんかすっきりしない、そういう感じかもしれないんだけれども、水曜日ぐらいからすごくこう急に見る角度というか、見る視点が違うというか、すごくこう水曜日に大きな変化があって、そこからあなたがとても元気になっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。あとすごくいいと思ったのが、ライダーのカードに太陽が出てるんですよね。これが嬉しい、むちゃくちゃ嬉しい連絡とか、そういう可能性もあるし、あとはものすごい素晴らしい運命の出会いがあったりっていうこともあるので、もうこれはねすごく楽しみだなというふうに思っています。あとここに花束と星だから、やっぱりこう恋愛とか美しさとか、アートとか芸術、そういうことに対して、もちろん恋愛もですよ、に対して夢が叶うって出てるので、やっぱり今週は嬉しい出来事があるんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ自営の方、自営アルバイトパートの方と会社員の方と別々に仕事の流れ見ていきます。まず自営業、アルバイトパートの方なんですけど、いいですね。あなた自身の、お客さんとか一緒に働く人とか、こうフレッシュな風が流れてきているって出ていて、新しい顧客とかにも若いお客さんとかが増えたりっていう感じがするんですよね。でその人の友達とかも一緒に来てくれたり、あなたのファンになってくれたりっていう感じになるので、なんかこう人間関係のこう広がりがすごく穏やかな感じに、なんか楽しそうな感じがします。ワクワクと楽しそうな感じがするし、売り上げとかもいいんじゃないでしょうか。まずねそういう風に出ています。そしてあなたがサラリーマン、会社員の方はどうかと言いますと、カードを探してます。はい。最近辞めたいと思ったりとか、ショックなこととか、環境が変わった人とか、いるのでしょうか。なんか10月からねいろいろ変わった方とか、転職をした方、会社を辞めた方っていうのもいるかもしれません。人間関係がね少ししんどそうだった、いろんな人がもちろんいるんですけれども、なんか、腹黒い人というか、何を考えているかわからない人に相当あなた自身がものすごいこうストレスを抱えていたような感じがします。今案外すっきりとしているんじゃないでしょうか。そしてこれからの流れは、ほら見てください。ここに木も出ているし、男性のカードも出てるんですけれども、対他の方の人間関係があなたにとって癒しとか穏やかな関係性になっていくとか、こうゆっくりとゆっくりと前に進んでいきますよっていう感じが出てくるので、こういうネガティブな感じではなく、カラーがすごく変わっていく、そういう風に出てるので、良かったなっていう感じがしています。そして今週の金運、むちゃくちゃいいですね。すごいな。金運はお魚で見るんですけれども、上に太陽、左下に月が出て天体カード2枚もあるよって感じで、かなりすごいです。もともとこうお金を貯めるのが好きだったりとか、あとはいろいろこう勉強をねされたりとかしている人もいるかもしれません。今週は運用だったりとか、そういうのもものすごくいいし、なんかこう
お給料が上がったりとか、臨時収入が入ってきたりとか、なんかそういうとてもとても嬉しい流れになっていくような感じです。そう、ただ流れを見るとここにクロスが出てるので、もしかしたら忘れていたカード払いの請求が来たりっていう感じはあるかもしれないんですけれども、この1番の方はかなり強い金運がある、もともとあるし、今週は大吉だというふうにお伝えできるかと思います。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒にセブンデイズの流れ見ていきたいと思います。はい、じゃあ1番の方のセブンデイズ見ていきたいと思います。上がルノルマンカード、そして下がタロットです。私ですね、水曜日ぐらいから流れが良くなるんじゃないかと思ってたんですけれども、今のところ確かに水曜日も変わっていくんですよね。運気の流れが変わっていくんですけれども、相当あなたが努力する感じがする。それでなんかどっちかっていうとワンドの10だからまだ頑張れるんだけど、でもほらすっごい重いもの背負ってるでしょ。だからあなたが1番の方がなんか頑張りすぎないかっていうのがちょっと気になったっていうのと、あと金曜日に船とタワーが出たんですよね。でこれは分かりやすく言うと旅行とかには注意とは出ているんだけれども、この日移動する人とかは例えば電車の遅延とか飛行機の遅れとか、そういう可能性があるかもしれないので、時間に余裕を持って過ごしてくださいっていうことをお勧めしたいです。でものすごくいいのが土曜日日曜日、ここはすっごくいいです。もうここにもう太陽がバーンと出ていて、ここにフールもバーンと出ているのでものすごくいいです。ちなみにルノルマンのタワーとタロットのタワーは全然意味が違うので、今のところここのね土日週末はすごくいいかなっていう感じになっています。じゃあ月曜日が雲とカップの6が出ていて、これごめんなさい、これなんとなく過去のあの人を懐かしがったりとかですね、そういうあの頃は良かったとか、そういう感じになっちゃうかもしれない。でも雲が出ているからまだ不透明な未来だったりとか、なんかどうしていいかわからないっていう風な感じになるのかなっていう感じです。この時はまだ無理に答えを出さなくていいかと思ってます。そして火曜日がネズミとカップの9が出ているので、この時もまだちょっとストレスがあったりとか、なんか忙しくてすごく動き回るって出てるかもしれない。でもあなたの満足感は案外あるんですよね。だからこのいろいろな忙しさっていうのをプラスに考えれる方なのかなっていうふうに思っています。そして水曜日が今さっきお伝えしたコウノトリとバンドの10なので、すごく大きな変化、環境の変化あるかもしれないけれども、あなたの責任が増えたりとか、なんか真面目すぎるがゆえに頑張りすぎたりっていうことが少し気になったりはしています。そして木曜日がここにあなたのカードとカップの5が出ているので、あなたが思ってたのとちょっと違うなとか、そういうことがあるかもしれません。あるかもしれない。でもそこまで考えすぎたりとか落ち込みすぎなくて大丈夫だよっていうことをお伝えしたいです。そして金曜日が
はい、ここに船のカードとタワーが出ているので、移動に注意をしてください。いろいろなアクシデントとかがあるかもしれないので、電車の遅延とかはね、関東はしょっちゅうなんですけれども、それでも特に金曜日は余裕を持ってた方がいいかなというふうに出ています。そして土曜日は、はい、フォックスと太陽が出てるので、とってももう大吉です。何をしても大丈夫みたいなものも出ているので、すごく華やかな、秋らしいファッションで街に繰り出してもいいのかなって思うし、すごく楽しいこと、幸せなことがあるんじゃないでしょうか。はい、そして日曜日が今度はルノルマンのタワーと、あとフールが出ているので、この時もあなたがやりたいようにやるというか、一般的にとか普通はとか考えることはなく、あなたらしく過ごしていっていいよって、それがとても幸せな一日になるよっていうことをカードは言っているようです。そしてアドバイス、今週のアドバイスを引きましたら、このリッスンというカードと、あとテルサ・トゥルース、こういうカードが出ています。ぜひいろいろな人のアドバイス、あと例えば喫茶店とかで何か隣の人から入ってくる声とか、そういうところに天使様からのメッセージとかあったりするので、耳を澄ませること、まずおすすめしたいです。あとお互い向き合って、うさぎさんが向き合って、そして本音を話そうねっていう感じなので、今週のアドバイスは聞くことと本音を話す、真実を言い合うこと、それがアドバイスとして出ているので、よかったら参考にしてみてください。あと今週グリーンがラッキーカラーになっています。ぜひいろいろなところに取り入れてみてください。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、じゃあ2番の方リーディングしていきたいと思います。まずあなたのカードがここです。そしてあの人のカードがなんと隣の隣で、真ん中にワンちゃんが挟んでいるので、お二人の関係がとても良好なことを示しています。とてもお互いにとって信頼できるパートナーだったりとか、お互いにすごく信用しているとか、あととても一心同体というか、そういう強い絆で結ばれているお二人なのかなということが出ています。すごくいいですよね。ここがね、とてもとてもいいなというふうに思っています。で、ただそうだな、ちょっとあなたの右隣は未来を表すんですけれども、ここに蛇が出ているので、あなたが例えば妬まれたりとか嫉妬されたりとか、ライバル、なんて言うんでしょう、敵とか、そういう感じで狙われるというか、そういう可能性もあるかもしれない。勝手に妬まれてっていう感じがするので、こればっかりはですね、かなり、この人物像で言ったらすごく陰湿な方なんですよ。ですごく嫉妬心とかが強い人なのかなっていう感じがするので、もうこれはあなたの魅力にただ嫉妬してるだけなので、気にしないように、気にしないようにしていてください。そしてあなたの上に船が出ているんですよね。もしかしたらフリーランスとして仕事をするっていう方もいるかもしれませんし、何かの挑戦をしたいなと思っている人もいるかもしれません。
そして旅とか旅行とか引っ越しとかそういうものも考えているのかなっていう感じがするので、良さそうですよ。すごく良さそうです。そして今週の流れなんですけれども、鎌、クローバー、十字架、そして蛇、道、家、木が出てるので、ちょっとこれ後ほどタロットと一緒に見ていくんですけれども、そうだなあとね、蛇も出ている感じなので、前半月火水ぐらいは、火曜日はねまだクローバーが出てるんですけれども、月水っていうのはもしかしたらトラブルが例えば出てしまったりとかっていう可能性もあるんだけれども、でもこれ頑張ってきたことの収穫っていう意味もあるんですよね。そういう意味もあるので、全てが全てネガティブな感じではない。なので何か収穫できるようなことだったり、あなたが何か決断してすっきりするようなこと、そういう可能性もあります。で、週末になるとあなた自身がすごく穏やかなカードが出ていて、地元とか家とかふるさととかそういうところ、プライベートであなた自身が健康を取り戻すとか、すごく穏やかな時間を過ごすことができるとか、そういう風に出てるので、週末にかけて柔らかいカードが出てるなという風に思っています。そして恋愛なんですけれども、ハートの上に鎌が出ているので、もしかしたらこれは喧嘩した人とかいるかもしれないんだけど、クローバー、怒り、月が出てるので、きちんと修復ができるし、嬉しい連絡とかもあるし、チャンスも来るよっていう風に出てるので、いい意味で固まっていくっていう感じがします。そしてすごくこれね、復縁の可能性もあるのかなという風に出ているので、いい流れになっていくんじゃないかなというふうに思っています。お仕事のことを見ていくんですけれども、ご自分で仕事されてる方、アルバイトパートの方と、あと会社員の方で見ていきます。まずご自分で仕事をされている方、パート、アルバイトの方なんですけれども、何かいろいろ新しいチャレンジを今していったりとか、お客さんとか、あと一緒に働く人に若い方とか、そういう方が来たりっていう感じで、今雰囲気がすごくいいんじゃないかなっていう感じがしています。お客さんもすごく若い方というか、そういう方も多いのかなっていう感じで、そしてこれからの流れを見ていると、星と花束が出てるので、もう売り上げがすごくアップするとか、目標に手が届くとか、あなた自身のセンスの良さを生かしていけるとか、そういう風に出ています。美しさに関することとか、そういうあなたのセンスとかが抜群に冴えていくような、そういう感じがしています。はい、そして会社員の方を見ていきますと、今カードを探しておりまして、あった、はいはい、まず今までを見てると、あなた自身の環境が変わった方とか、転職をした方とかいるのかなっていう感じがしています。そして今があなたにとって嬉しい追い風というか、ラッキーな時期なんですよね。で、あなた自身も人気、社内で例えば人気があるとか、取引先の人にも人気があるとか、そういうものが出ているので、すごくあなた自身才能があったりとか、あと
そうだな、どっちかっていうとこう第六感だったりとか、そういう霊感だったりとか、そういうものがなんか強い方とかもいるのかもしれません。その感は案外当たってるので、ご自分の直感なども大切にするのもいいような感じです。で、なんかもっと勉強したいっていう気持ちが出てくるみたいなので、こういろいろボランティアだったり勉強すること、そして環境が変わる方もいるみたいと出ているので、これはね、こういい方向に環境が変わっていくのではないでしょうか。そして2番の方の今週の金運なんですけれども、はい、あなたの下に、これ棺桶のカードが出てるので、今はちょっとこう動いてないって出てるんですよ。動いてない。ただこれからの流れがリングと子供のカードが出てるので、なんかこう契約が取れたりとか、なんか誰かが約束を守ってくれたりっていう感じもするし、何かプレゼントをもらえたり、そういう感じもあるのかな。例えば保険の契約に入るっていう人もいるかもしれませんし、あとはこう大きなこうローンを組む人、そういう人もいるのかもしれないという感じです。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒にセブンデイズの流れ詳しく見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の方のセブンデイズ見ていきます。上がルノルマンカード、下がタロットカードになっています。月曜日から日曜日までの流れです。はい、先ほどちょっとね月水がどうかなって思ってたんですけれども、月曜日釜とソードの3が出ていて、ちょっとね心が辛かったりとか、なんかすごくこう後悔をしたりとか、そういうことがこうあるかもしれない。そして水曜日がクロスとソードの8が出てるので、なんとなくこう自分でこう追い込まれてるというか、精神的にこうかなりこう孤立するというか、なんかねそういう部分があるかもしれないっていう意味で、ちょっとね月水は若干ネガティブなカードが出てるんだけど、火曜日は例えば仲直りができるとか、そして木曜日は嫌な人から距離を取ることができるとか、あなた自身が非難することができるって出てるので、こうなんかこういいカードがね出てよかったなっていうふうに思っています。あとは金曜日もマジシャンが出ていて、で土曜日が家とワンドの5が出てるので、家の中でちょっとした意見の食い違いとか、例えば早く起きてよとかなんかねそういうちょっとしたことがあるかもしれない。でも日曜日は木と星が出てるので、やっぱりいろいろなことが解決していくとか、穏やかに満足に前進するっていうことが出てるんですよね。で、じゃあもう一回月曜日から。じゃあ月曜日が釜とソードの3が出てるので、少しショックなこととかあるかもしれない。月曜日はあるかもしれない。なんでこんなことになっちゃうのかなみたいなことがあるかもしれない。でも火曜日にここにクローバーと死神が出ているので、仲直りができるとか、嬉しい知らせがやってくるとか、諦めていたものに対して良かったって思えるような、そういうことがあるのかなっていう感じ。ただ水曜日がまた十字架とソードの8が出てるので、どうしてもネガティブに考えてしまったりとか、なんか今は動けないとか、そういう辛さとかあるのかもしれません。で、先ほどお伝えした木曜日がこの蛇とソードの6が出ているので、嫌な人を避けることができるとか、あなた自身の避難する場所があるとか、そういう風に出ているので、木曜日はね良かったって思っています。そして金曜日が
道のカードとマジシャンが出てるので、あなたが何か迷ってることに対してこうするとか、こう決めるとか、何かインスピレーションが湧いてこうしようみたいな、そういうものが出てくるような感じなので、金曜日は決断をするような出来事がありそうです。そして土曜日が家のカードとワンドの5が出てるので、家の中で若干の争い事とかちょっとした何かっていうのがあるかもしれません。でも日曜日はこういう木と、星というとても穏やかで幸せなカード、願いが叶うカードが出てるので、この日日曜日はむちゃくちゃいいのかなっていうふうに思っています。そして今週の2番の方へのアドバイスが You can't please everyone が出ていて、これはもうみんなをどんな、全員皆さんを満足させることは不可能だよって、だからどんなに頑張ってもやっぱり不満を言ったりとか文句を言ったりとかする人がいるって、だからもう反対の声とか気にせずにしていいんじゃないっていう、そういう感じです。でこの2番の方に言いたいのが、やっぱりいろんなことに対してすごく頑張りすぎるような感じがするんですね。でみんなに好かれようとか、みんなに納得してもらおうとか思うのがやっぱりどうしても難しい。なのでまずこの考え方、みんなを満足させることは難しいから、反対の声は気にしなくていいよっていう、ちょっと気が楽になるというか、気を楽にするような、そういう感じでいいのかなっていうのが今週のアドバイスとなります。そして今週2番の方、このブルーがあなたのラッキーカラーになります。この色どこかに取り入れてみてください。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方、リーディングをしていきたいと思います。はい、あなたのカードがここです。あの人がなんと真下にいて、はい、すごいですお二人すごいですね。むちゃくちゃすごいと思います。そして恋愛を表すところのハートが下が月、その下が星ということで、お二人の関係というかご縁の深さがむちゃくちゃ強いのかなと、運命の人なのかなとか、そういうふうに思いました。そしてあの人の、過去を見ると蛇、家が出てるので、あの人はもしかしたら結婚しているのかもしれないとか、そういう感じが出ているんですよね。出ていて、ででもあなたとはきっとすごく深いご縁で結ばれていたりとか、あなたに対する愛情はすごく強いんだろうと思われる。そしてあの人を表す、未来、ここに山が出てるので、やっぱりすごい辛いって言ってるんですよね。今のこの状況とか、やっぱりなかなか動けない、そういうところにあの人の責任感もある人だと思うし、早々に簡単なことが言えなかったりとか、もしかしたら不器用かもしれないけれども、それだけ3番の方を大切に思ってくれてるのかなとか、そういうふうに思います。であなたの上にはワンちゃんのカードが出ていて、そしてあなたの未来にはキーというカードが出ているので、あなた自身がとても人懐っこかったりとかですね、とても親しい人に囲まれていたりとか、友人とか仲間とかいるのかなっていうふうにも思いますし、
何かあなたを悩ませていることに対して問題解決ができるというふうにも出ています。すごくこの解決のカードが出ているので、今週何か一個大きなものが前に進むんじゃないかなというふうに思っています。幸運の鍵とか解決ができるよとか、そういうヒントがもらえるよということが出ています。そして、今週の流れがリング、ネズミ、庭とヘビ、あの人のカード、山、ゆり。そうですね。仕事とか約束が少しリスケになったりとかする可能性もあるかもしれない。案外忙しいっていう風に出てるので、かなり動き回るようなそういうイメージがあります。そしてあなたにとっても今週頑張りたい出来事があって、でもそれが一個解決に向かうって出てるので、投げ出さない最後まで頑張る方なんだろうなというふうにも思っています。恋愛がハートね、下に月と星が出てすごく素敵なカード。未来も熊、怒りって出てるので、すごく愛し愛されるとか、とても安定感のある、お二人っていうことが出てるので、やっぱりつながりはとっても強いだろうと思われます。じゃあ今からお仕事のことを見ていきます。お仕事はご自分でお仕事をされている人、パート、アルバイトの方と会社員の方見ていきます。はい、まずご自分でお仕事をされている方から見ていきますと、かなり売り上げがいいですね。売り上げがいいし、どっちかっていうと目上の人とか年配の方とかがお客さんが多かったり、あなたのファンが多かったりするんじゃないかなと思っています。そして今週の仕事の流れがここになるんですけれども、木も出ていて、これは着実に進むとかゆっくり進む、そういうふうにも出ていますし、繁栄のカードなんですね。反映するというふうに出ているので、仕事の流れはかなりいいんじゃないでしょうか。次はサラリーマン、会社員の方を見ていきたいと思います。はい、サラリーマン、会社員の方、ここで今すごくあなた自身3番の方がとても悩んでるって言ってて、見通しが立たなかったりとか、なんとなく憂鬱だったりとか、そういうもやっとする気持ち、それが今あるみたいなんですよね。やめたいけど、でもとか、まだ踏ん切りがつかなかったりとか、そういう感じがしていて、でも流れが誰かあなたのことを助けてくれる人がいるとか、いろいろなチャンスとかラッキーがやってくるっていう風に出てるので、人間関係すごく恵まれていくような感じがしています。とてもいいグループというか、この人たちがあなたのことを助けてくれる、助け舟を出してくれる、そういう感じがしています。そして今週の金運なんですけれども、はい、ここに金運のカード、上にコウノトリ、下に船が出てるので、2つとも環境が変わるカードなんですね。転職をしたっていう人もいるかもしれないし、引っ越しをする、した旅行に行くっていう人もいるかもしれません。そしてお魚の次の未来がこの太陽なので、むちゃくちゃ大きなお金が入ってくるとか、例えば遺産とかを相続するとか、そういう可能性があるかもしれません。かなり強運なのかなというふうに出ています。じゃあ今から月火水木金土日で
タロットと一緒にセブンデイズの流れ見ていきます。はい、それでは3番の方リーディングをしていきます。上がルノルマンカード、下がタロットカード、月曜日から日曜日までの流れです。はい、すごいですね。月火水がコインのカードが出ててどこまで出るんだと思ったら、木曜日もまたマジシャンですごいなとはい、かなり強力なカードが出ています。じゃあお伝えします。まず月曜日、リングとすごいんですよ。リングと見てください、コインの10です。もうどれだけの幸せ、どれだけのお金、どれだけの売り上げみたいなもうそういう宝物がいっぱい入ってくるとか、契約ができるとか、ものすごく嬉しい何かを約束するとか、仕事運がものすごく上がるとか、なんかもうそういう超絶めでたいそういうカードがまず出ました。すごいです。月曜日。そして火曜日が、これがネズミのカードとコインの3が出ました。この日はお金が少し出ていくのかなっていう感じがしていて、買い物とか、もちろんショッピングもそうなんだけれども、思ったよりも使ってしまったっていう可能性もあるかもしれません。落とし物とかそういうものにもぜひ気をつけてください。そして水曜日が庭とコインの7が出ていて、これは実りを待つカードなんですね。そして、自分の人生を振り返ってからもう一回これからどうしていこうみたいなことを思い直すカードなんですけれども、なんか人間関係を見直す、そういう日になるかもしれません。これが水曜日。そして木曜日がヘビとマジシャンが出てるので、なんかこのヘビってネガティブなイメージもあるんだけれども、いい意味もあるんですね。で、今回マジシャンと一緒に出てるので、あなたにひらめきがあるとか、とてもなんか頭が切れるとか、いいアイデアが浮かぶ、もう頭がピカーンって光ってるような感じなので、すごくいいひらめきが木曜日あるのではないでしょうか。そして金曜日、はい、これがあの人のカードと吊るされた男です。あの人がすっごくもう精一杯頑張ってくれてるのかなっていう感じがします。もしかしたらもうキャパいっぱいいっぱいに、例えば3番の方に時間を例えば取ってくれたりとか、なんかいろんなことをすごく頑張ってて、そしてあの人自身も少し自分で気づいてないかもしれないけれども、疲れてる部分もあるかもしれません。なんかね、すごく頑張り屋さんのあの人なのかなというふうにも思ってます。で、土曜日だけがちょっとこれがきつそうなんですよ。山のカードとソードの9が出てるので、なかなか前に進まないことに対してあなたが心を痛めるとか悩んじゃうとか、そういう感じのカードが出てるので、仕事なのか恋愛なのかなっていう感じがするんだけれども、なんとなくこの日ロンリーな気持ちが、出てきてしまったりとか、これからどうなるのかなみたいな、少し不安な気持ち、それが大きくなってしまうのかもしれない。これが土曜日。そして日曜日が百合と正義が出ているので、案外このね、日曜日はあなた自身がすっきりする部分があるんじゃないかと思っています。この日曜日は例えばボランティアに行ったりとかするのもいいのかもしれませんし、あとはおしゃれをする、それもすごく良さそうなので、綺麗な色を身につけて出かけるということもおすすめしたいなと思っています。そして今週のあなたへのアドバイスが2枚出ました。まず思いやりのカード、みんなに優しくしてねっていうカードと、あと
これあなたの時間とか場所とか家の中とかを整理しましょうっていうカードになっています。で、今さっき人間関係を整理するっていう風にも出てきたんですけれども、それも考えられるかなと。なんかみんながみんなつながるっていうよりは、大切な人とそうじゃないっていうと難しいんですけれども、そういうあなたにとっての大切なもの、それをきちんと時間とか場所とか人間関係とかそういうものを思いやりを持って、いわゆるスペースを作るということが今週の3番の方へのアドバイスです。そして今週の3番の方のラッキーカラーはピンクです。このピンクをいろいろなところに取り入れてみてもいいかもしれません。はい、これが3番の方へのメッセージです。はい、じゃあ1番の方の赤ちゃんの流れ見ていきたいと思います。まずあなたがここにいて、ご主人がここにいる、その間にね赤ちゃんがいるんですよね。すごくいいんじゃないでしょうか。あなたが過去に自然妊娠を難しいのかなって例えば思ったりとか、なんで、ご主人のことをすごく好きなのに来てくれないんだろうとか、そういう悩みがものすごくあったのかなとか、なんで私はこういう運命なんだろうとか、すごくネガティブに考えてた部分があるかもしれません。そして今現在はあなたの人間関係、ママ友だったり妊活中だったり、仕事やプライベートの仲間でもやっぱり羨ましいって思うような人がいるかもしれません。なんであの人のところに来て私のところに来てくれないんだろうとか、そういう感じがあるかもしれないんですけれども、あなた自身がすごく視野が開けてくるんですよね。赤ちゃんと、これはあなたが環境変わったりとか旅行に行ったりとか引っ越しをすることによって赤ちゃんとのご縁が近くなっていくって出ています。もちろん旅、旅行、船っていうのもいいですし、赤ちゃんとの関係がすごく追い風になっている、そういう感じがすごくします。で、ご主人はっていうと、最近すごくストレスになってたこととか、ちょっと激痩せをしてしまったりとか、そういうことがあったかもしれないんですけれども、今はすごく穏やかな感じでいるので、今2人の関係性が私はとてもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。そしてご主人があなたに対して何かプレゼントをしたいなとか、例えば花を買っていきたいなとか、そういう愛情もありますし、すごくいい感じですよ。今一番の方に言えるのが、まずやっぱ季節もいいっていうのもあるんですけれども、旅行がすごくいいなっていうふうに思いました。赤ちゃんを望む方、これは人によっていい時期とそうじゃない時期っていうのがあるんですけれども、いわゆる子宝っていうことで言うと、今住んでらっしゃるところから北に行くといいと言われています。北にご旅行に行くこと、ただ人によっては他の方位がいいっていう方もいらっしゃるので、今ちょっとこれ見ていただいている方が対皆様になるので、いわゆる一般的なことになってしまうんだけれども、北の方位に行くことをお勧めしたいなというふうに思っています。かなり流れはいいんじゃないでしょうか。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、
じゃあ2番の方の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。あなたがここ、そしてご主人がここ。はい、お二人をつないでいるのがワンちゃんというとてもね素敵なカードが出ています。お二人がそれぞれすごく信頼し合っていて、こうパートナーとしてなんかすごくこうなんか相性のいいお二人というか、居心地がとてもいいんじゃないかなというふうに思っています。子供のカードはねここに出ているんですけれども、今あなた、船、子供のカードが出ているので、ここにねこうちょっとだけこう自由だったり、こう少しこう距離があるっていう風にも見えるかもしれないんだけれども、赤ちゃんの未来、右側は未来なんですけれども、それを見てると星というカードなんですよね。星、なんかこうあなたの願いをこう叶えてくれるとか、なんかこうあなたのとこに行きたいっていう感じで赤ちゃんがひらめくっていう感じがすごくしています。で、今あなた自身がこういろいろ気分転換をしたかったりとか、こう病院を例えば変えたいと例えば思っていたりとか、そういうこう変化っていうのを考えているかもしれません。それはいいと思います。実際にご旅行に行くのもいいと思うし、こう病院を変えてみること、それもおすすめかなというふうに思います。赤ちゃんはあくまでもすごくこう前向きに、前向きな未来っていうのを持ってくれているみたいなので、こうきちんとママとの約束を果たしたいっていう約束のカード、リングのカードが出ているので、赤ちゃんはこうなんかもうそろそろきちんと約束を果たそうみたいな、そういう部分があるんじゃないかなというふうにも思っています。そしてこの旅なんですけれども、これ1番の方にもお伝えしたんですけれども、個人鑑定で見たら、例えばこの時期にこの方向に行った方がいいとか、そういうものがあるんですけれども、今この動画を見ていただいているこう不特定多数の方になるので、どうしても一般的な意見になります。赤ちゃんが欲しいと思った時は北の方位がおすすめと言われています。もしあなたがあなたの家から北の方向に行って、例えばそこで現地のものを食べたりとか温泉に入ったりっていう形になると、すごくいいパワーとか運気とかをもらえそうだよというふうなことが出ています。なんかこうきちんと赤ちゃんとの関係がつながっているので、きっと赤ちゃんはなんか願いを叶えに来てくれるんじゃないかなと思っています。で、ご主人との関係もいいので、なんか今2番の方におすすめするのは、環境の変化とか旅行に行くこと、それはすごくいいかと思います。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、3番の方、それでは今週の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。あなたがここ、ご主人がここ、すごいですね。お二人すごい強い結びつきがあるというふうに出ています。で、赤ちゃんのカードがねここにあって、とてもあなたと距離が近いです。そしてあなたと赤ちゃん、そして近くにあるカードがワンちゃんとキーなので、なんか今赤ちゃんもこうあなたをこうお空の上から見てて、すごく優しい人だなとか、なんか居心地がいいなっていう風に思ってくれているみたいです。こんなにこう優しい人いいなとか、お友達多いなとか、なんかこうそういう感じで赤ちゃんが見てくれてるのかなっていう感じがします。そしてあなたと赤ちゃんを結ぶ未来のカードがキー、これがヒント
だったり解決ができるっていうことが出てるので、なんか今週子宝のこと、赤ちゃんのことで一歩前に進めるんじゃないかなっていうふうに思っています。赤ちゃんはあなたのことをちょっと忙しすぎるかもしれないとか、なんかストレス溜まってないかなって心配しているみたいです。で、ご主人がなんとなく妊活に対して少し後ろめたいというか、あんまり前向きじゃない可能性もあるかもしれないですね。なんかとてもこの3番の方との仲はいいんですけれども、なんとなく踏み出せない何か、親の問題とかがねあったりするんでしょうか。なんかそういうところで今なんかどうしたらいいんだろうって感じですごく考えてたりとか悩んでいるような、そういう感じがしています。でも何といってももうあなたとの関係性がこれだけいいので、解決ができる、そういうふうに出てるので、あなたの方からなんかご主人にいろいろ聞いてみるとか、なんか悩んでるのみたいな、そういうふうなこととかをあなたの方が主体になって動くっていうことでいいのかなと思っています。そして赤ちゃんのカードは赤ちゃん、お魚、そして未来が太陽が出てるので、もうこれね1番の大吉のカードなので、なんか赤ちゃんがすごくのびのびと、なんかお腹の中に来てもすごく安定感があるような、そういう感じがして、なんかすくすくと育ってくれるのかなみたいな、そういうところまで、出てるような気がします。今週はご主人に、なんかちょっと気持ちが晴れないのかなとか思ったら、話を聞いてあげること、そして一緒に解決していくこと、それがすごくいい流れなのかもしれません。はい、これが3番の方へのメッセージです。